今日はこれからちょっと図書館かカフェに行って手紙を書いたり作業をしたいなと思うので、ちょっとしたお出かけをするときに、持っていくような普段使いのバッグの中身をご紹介していこうと思います。お気に入りのものたちでバッグの中を詰め込んでいるので、楽しんでいっていただけたら嬉しいです。まずは荷物を入れているトートバッグです。これは2025年の上半期ベストバイでもご紹介したことのあるトートバッグかなと思うんですけれども、今回はこのミントグリーンのナショナルギャラリーの上野の高架下の雑貨屋さんで見つけた、トートバッグを今日は持っていこうと思います。ここにモジョジョジョをつけております。トートバッグとキーホルダーはその日の気分で選んでるんですけど、このミントグリーンのトートバッグには赤いモジョジョジョをつけたりとか、あとオーディのトートバッグだったりとか、あとキアズマっていう、ヘルシンキ現代美術館のトートバッグだったりとか、セカンドハンドショップでゲットしたトートバッグだったりとか、いろいろなシーンとかいろいろなコーディネートに合わせてその日持っていくトートバッグを決めたりしています。ベストバイの動画で結構詳しく撮影しているので、トートバッグとこのモジョジョジョが気になる方はぜひ見てみてください。このモジョジョジョね、第3弾を回したよっていう投稿をインスタのストーリーで上げてくださる方が結構いらっしゃって、もそれを見てホクホクとしておりました。で、私のこの3体なんですけど、ちょうどこのつなぎ合わせてた丸カンっていうんですかね、この金具がこの黄色いアヒルとこのワンちゃんが取れてしまって、多分私がちょっと酷使しすぎたんだと思うんですけど、この子たちは今はお部屋でぬくぬくと暖かく飾らせていただいております。この丸い輪っか見つけたらまたつないで頑丈にしたいなと思っています。もう洗ってあげなきゃ、かなり酷使しちゃって次にご紹介するのがこちらの必需品ポーチです。これはもう動画でも何度も登場しているので、よく見てくださっている方はご存知かなと思うのでさっと進みますが、結構一番質問も多いポーチかなと思います。これがデルフォニックスのポーチになります。私はこれは水色の色でガシガシ毎日使ってトートバッグの中にポンポン入れてるんですけど、全然へこたれる様子も、ちょっと使用感はもちろん出ますが、色もまだ全然綺麗なミントブルーでとってもおすすめのポーチになっています。で、何よりこのコンパクトのサイズ感がこの私の必需品をキュッと収めるのにちょうどいいサイズでとっても重宝しています。ここについているのは近所の行きつけの歯医者さんのガチャポンでゲットしたフロス、緊急用フロスです。旅先とか出先とかで歯磨きたいけどちょっと今歯ブラシないって時にすごく重宝します。便利です。で、この中に入ってるのもサクッと、こちらがエトボスのミネラル UV ベール、お化粧直しとかでさっとできるので普段のお化粧でも使っていますと、これが RMK のリップです。これはもうヘビロテというかまだ1回しか買ってないけどすごく気に入っております。また日本に帰ったら買うと思います。色も落ちにくいし乾燥もしにくいし、すごく上品な色味になってくれるので、気に入っています。で、これはベストバイでもご紹介したナリンのハーブオイルです。もうこの匂いをちょっと気分をリフレッシュしたいなとか、電車で混んでるなとか、そういう時に手首とかこめかみとか首筋とかにつけると自分だけにスッと香ってくれて気分転換になるのでとってもおすすめです。
頭痛の緩和とかにも効くらしいですね。であと私はコンタクトをつけていてアレルギーが結構あるので、街中で目がかゆいってなることがよくあって、そんな時に欠かせないのがロートアルガードコンタクトっていう目薬になります。これはもう何箱か日本から持ってきています。でこちら無印のヘアコームと、あとは薬類です。でこの中には破れたら嫌な錠剤の解熱鎮痛剤とかのピルケースじゃなかったかな、もともとちょっと何のケースか忘れちゃったんですけど、無印で買ったポリプロピレンの多分小物入れケースになります。このコンパクトさがちょうどよくてレスキュー薬を入れています。でこれがもう私に欠かせない大体産です。いつも1袋か2袋は入れるようにしております。はい、こんな感じが私の貴重品ポーチの中身でした。こちらがマリメッコのポーチになります。このポーチはマリメッコ本社にお散歩に行った時に偶然安くなっていて、その日がちょうど誕生日だったので買っちゃえと思って買ったものです。はい、この中に入っているのは充電ケーブルとアルコール消毒スプレーを入れています。このアルコール消毒スプレーも以前ご紹介してるんですけど、ハームのスプレーです。これは手の多分保湿効果もちょっとある、プラスこの香りがすごく良くていい匂い。これはマルガリータスピリットで、あともう一つ持ってきました。これもハーンのモーニンググローリーっていう香りのものになります。どっちもいい香りです。いい香り。マルガリータスピリットちょっと甘い、でも爽やかな香りで、これは本当にグレープフルーツの爽やかな柑橘系の香りになっています。結構外でパンを買って食べたりすることが多いので、できるだけ消毒スプレーは持ち歩くようにしています。これはなのでちょっとサブポーチ的な役割で使うようにしています。お次がこちらのスマホになります。で私が今使っているケースなんですけど、前使ってたケースが実はここの角っこが結構致命的に欠けてしまっていて、というのも私はもう本当に何回もアスファルトに落としたからなんですけど、そりゃ欠けるよ、よくここまで持ってくれたなっていう感じだったんですけど、ちょっとそのままの状態で使い続けるには、海外でもしフィンランドでiPhone が欠けたりしたら、ここには Apple ストアがないんですね。でもう本当にそうなったらユーロも高いし、絶対に iPhone を壊したくないっていう気持ちがあったので、次のケースも信頼できる耐久性があって、でも自分の納得するデザインだったりとか、使ってて気持ちいいものがいいなって思って探していたところに声をかけていただいて、今回ケースティファイさんのケースにすることにしました。で私が選んだのはこの自分で写真をカスタマイズできるケースにしたんですけど、こんな感じで、もともと自分の画像編集アプリの方で自分の写真をこんな感じで配置して、で背景を透過させてケースティファイのサイトでアップロードして、クリアケースを選んでこのカスタマイズで注文をしました。こんな感じで、今回私はこれは父から譲り受けたオリンパスのフィルム一眼カメラで前に撮ったお仕事かなで行った旅先の風景の写真です。でここの角っこにちょっとちまんとあるのが河原のよくアイコンとかでも使っている海の写真の端っこになるんですけど、そう河原の背景は実はあれは波は川ではなく海で、やがて海へ続く川の原っぱっていう自分なりの意味を込めて背景は
海の波にしています。でこんな感じで灯台だったり、これは海に続く線路を撮った写真の端っこをこんな感じで組み合わせて、で中にはこれはヘルシンキプレイグラウンドっていうところのステッカーを挟んでいます。こんな感じで背景をちょっと透過させるように作ると内側が見えるようになるので、自分の好きなステッカーを挟めて自分好みにその時の気分に合わせて着せ替えみたいな感じでできるので、すごくおすすめです。でこのクリアケースもまたとっても良くて、本当に2メートルから落としても大丈夫っていうラッカー試験とかを行っていたりとか、あとはこのクリアケース、こういうクリアなものってやっぱり黄ばみやすかったりすると思うんですけど、ケースティファイでは紫外線だったり、あと赤ワインとかそういう食品、コーヒーとかそういうものでの黄ばみにくさの試験とかも行っていて、そういう黄ばみにくいものを使っていると硬くてなかなかつけにくかったりするんですね。今回このつけてみていいなと思ったのが、結構しなやかというか、こんなに頑丈なのに取り外しが簡単にできる、比較的簡単にできるっていうのがすごくいいポイントだなと思いました。こんな感じですぐパカッと外れて、今回私はこのケースと、あともう一つこちらのケースのデザインも選びました。でこれがリングスタンドケースになっていまして、このリングがスマホスタンドになってこうやって見れるっていう、すごい画期的な、本当にすごいですよね。これが欲しかったっていう私も結構ご飯を食べる時とか、お茶をする時とか、あと一人でお料理をする時とかYouTube を流して英語をなるべく毎日日々聞くようにしているので、英語の YouTube を流したりとか、あと Vlog を見たりとか、こんな感じで、例えばこういうグラスの端っこになんとか立てかけてとかで、またバタンってなったりとかっていうことがたくさんあったんですけど、これがあることでそれが全て解決するという素晴らしいケースになっております。で実際に送っていただいてから結構使ってるんですけど、これが本当に便利すぎて結構このケースを使う頻度が多いですね。でこのデザインは私が韓国旅行に行った時に Vlog でも載せたかなと思うんですけど、母にお土産で買った韓国のイラストレーターさんの猫ちゃん、ハチワレ猫ちゃんの、UFO のやつがすごい可愛くて、このミントグリーンの背景とぴったりだなと思ってこれを選びました。これも背景がクリアになっているので、何か好きなプリクラとか写真とかステッカーとかそういうものをここに挟めるのも魅力的だなと思っております。で私はこのデザインを選んだんですけど、本当にデザインが豊富すぎてこういうイラストレーターさんだったり、あとキャラクターとか美術館とコラボしてるデザインとかもたくさんあるので、ホームページでウィンドウショッピングするだけでも楽しいかなと思います。今の時期だと新しい iPhone17 が出たかなと思うんですけど、そのタイミングで新しく発売されたグレーズケースっていうケースが、このイラストとかのプリントが内側にされているケースらしいんですね。それもすごく気になったんですけど、それだと結構トートバッグとかガシガシ物を入れても内側にプリントされているので、プリントとかが傷つきにくいっていうケースも発売されているらしいので、気になる方はぜひぜひそちらもチェックしてみてください。まずデザインが可愛い、何度見ても可愛いこういう自分にとってのお守りみたいな写真をここに配置してあげたりとか、あと誰かとの思い出をここにプリントしてデザインしてプレゼントするっていうのもすごい素敵な贈り物になるなと思いました。やっぱり毎日見るものが自分の大切な記憶とリンクするっていうのはすごく心強いなと思います。で今回このスマホショルダーも送
送っていただいたんですけど、やっぱり海外生活してると本当にスマホショルダーが便利で送っていただいてからもうずっと毎日手放せずに使っております。でケースティファイのこの私の選んだスマホショルダーはこんな感じで調節も簡単にできて、ショルダーの端っこがブラブラしないのでスマートにつけられるのもすごくいいなと思っています。で色味もいろいろたくさんあったし、デザインもたくさんあったので、なんかチェーンっぽいちょっと高級感のあるものだったり、アクセサリーの一つとしてコーディネートのちょっとアクセントになるようなものがあったりとか、たくさん素敵なものがあったので、自分の選んだケースに合わせてスマホショルダーを選ぶっていうのも楽しみの一つかなと思います。そのリンクから購入すると 15% オフになるリンクをいただいたので、概要欄に貼っておきます。自分の写真をちょっとカスタマイズしてみようかなっていう感じで、見てみるだけでもワクワクするかなと思いますので、ぜひぜひ気になる方はそちらもチェックしてみてください。次がお財布です。もうくったくたなんですけど、でもまだ使えるので、使っている無印のトラベルウォレットです。これはいつも私は旅行の時に持ち歩いていて、というのもここにカラビナがつけられて、盗難防止で自分のズボンのところにガシャッとつけたりもできるし、とにかく使い勝手がいいんですね。でガシガシ使えちゃうので、あと家の鍵とかをここに合わせて、カラビナに合わせてつけることもできるので、私は旅行の時にとっても重宝していたんですけど、今回1年間フィンランドで暮らすってなった時に、やっぱりヨーロッパにも旅行に行きたいし、いろんなところに出かけるだろうなっていうことを予想したので、普段使っていたサフジの小財布はもう東京に置いてきて、旅行用のトラベルウォレットを使って日々の日常使いで使っています。でもこれでも本当に何て言うんでしょう、もちろん毎日使ってて気分が上がるのはサフジの私の大好きな小財布、ちっちゃいお財布ですけど、でもやっぱり普段自分のコンフォートゾーンである日本じゃないところで旅をしたり暮らしたりしているので、このトラベルウォレットが今の私にはちょうどいいなと思っております。ここがゴムバンドになっていて、で中にクレジットカードだったり、持ち歩かなきゃいけないビザのカードだったり、あと HSL っていう電車とか全部乗れるやつのカード、シーズンチケットが中に入っていたりとか、あといざという時の連絡先、海外で何かあった時に、保険に私たちはビザを申請する時に必ず加入してなきゃいけないんですけど、その保険の連絡先、電話番号を私はカードにしてここに入れたりしています。いざとなった時ってパニックになって、多分私は動けないと思うので、すぐ電話をかけられるように一番見やすい、ところに入れております。ほとんどフィンランドではお札、現生現生じゃない、なんていうの、現金現生ってほとんどフィンランドではキャッシュレスが本当に進んでいるので、ヘルシンキで私現金を使ったことが1回もまだないです。ちょっと田舎の方に行くとたまに現金のところもあるんですけど、無印のトラベルウォレット、旅行だったり長期で海外行かれる方だったり、普段使いにもおすすめです。今もあるかな、多分進化してあるんじゃないかなと思うんですけど、汚れたりしても心が痛まないし、でも結構ガシガシ使ってるのになんかそんなにへこたれて、結構ここに汚れがついて、ゴムのところに汚れがついたりはしてますけど、なんかこれはこれで味でいいなと思ったり、気に入っております。次にご紹介するのがこちらはですね、本です。実はこれ私が編みました
もう編み物を始めて1週間なんですけど、結構すごくないですかこれ自慢なんですけど、近所に住んでいる日本人ワーホリの仲間たちが編み物会を開いてくれて、それにもうど素人で参加したんですけど、そこから本当に楽しくてしょうがなくて、まんまとハマってしまいまして、これは今は星野道夫さんの魔法の言葉っていう、これもねまたストーリーがあるんですが、私が活字に飢えてるって言ったらくださった方がいらっしゃって、はい、大切にちょっとずつちょぴっとずつ読み進めていきます。でこれはこんな感じで、私は結構こっちでも本を暇な時にちょっとずつ読んでいきたいなと思っているんですけど、トートバッグだとやっぱり結構物が散乱しがちかなと思うんですけど、中に無印良品とかで売っているバッグインバッグをあんまり入れたくなくて、というのもああいうトートバッグがちょっとくたっとなってるで、重めに引っ張られて布の質感というかしなってる感じがすごく好きなので、なるべくならバッと中に入れてバッと取り出したいっていう気持ちがあって、結構ポーチとかを駆使してるんですけど、そうなると大切な本が汚れてしまったり結構傷ついてしまうことっていうのも多いので、私はいつもショッピング袋、イソップとかでもらうようなものをフィンランドにも持ってきているので、こういうものに入れていたんですが、ちょっと自分好みのやつが欲しいなということで編み物で編みました我ながら頑張った。こんな感じで、これ編み方のやつがなかったんですけど、これは組み合わせたらいけるぞっていうことで四角いやつを作ってつなぎ合わせて、紐、これは三つ編みしたんですけど、はい、こんな感じで三徳袋をモチーフにというかイメージして、三徳袋か、もうこれ自体がすでに、これのいいところは大きさがね自分で調節できるので、ちっちゃい文庫本サイズももちろん入るし、あとちょっと大きな、これもね本当に優しい方がくださったんです。でとってもいいんです。このそもそも交換日記っていうおすすめの本です。大切に読み進めています。はい。でこれぐらいの大きさの本もこんな感じで入るので、わーちょうどいい、よいしょ、ちょうどいい。はい、こんな感じで、この大きさが結構自由に調整できるのも気に入っているポイントです。今回ちょっと第1号なので、これからどんどん増やしていきたいなと思います。色味もね、ちょっとここの紐の色がまだ気に入ってなくて、ちょっと差し色すぎたかなと思ったり、もうちょっとシンプルなやつ作りたいなとか思ったりしているので、また作ったら動画でご紹介します。編み物本当に楽しい。ということで続けてお次は編み物毛糸と鍵編み針を巾着に入れています。これはガガンっていう私がよくつけているシルバーのリング、このリングを買った時にお店で入れてくれた袋ですに、この毛糸と編み針を入れています。まだ作り始めてないんですけど、これからちょっと小物入れにしようかな。小物入れかコースターとかを作りたいなと思っているので、電車の中とか暇な時、何かの待ち時間で編めるように毛糸を持ち歩くようになりました。軽いのでね、こんな感じで巾着に入れています。こういうお店でもらう布って本当に便利ですよね。イソップのやつとかとっても重宝するので、こういう巾着、お店でもらう巾着もそうですけど、あとはガチャガチャでも結構今可愛い巾着あると思うので、そういう巾着類を駆使して、あとポーチ類を駆使して、私はトートバッグの中は仕分けするようにしています。お次はもうこちらも馴染みのある方が見てくださっている方は多いかなと思いますが、私の相棒の
サニー手帳です。どこに行くにも本当に私のもう一つの脳みそみたいな感じで、ここに予定だったりジャーナリングだったり日記だったり、あと自分の目標とかウィッシュリストだったり、はい、全てをここに私は一冊にまとめております。以前はいろいろこのノートはこれよ、このノートはこれよって分けてたんですけど、今は一つにまとめてこれを持っていけば大丈夫っていう感じにしています。サニー手帳と、これが筆箱です。でこれはどこかのガチャポンでゲットした醤油差しの、これは目印チャームをシリコンのところを取っ払ってつけております。中に入っているものは本当にペンと、このモノの修正機かわいいですよね。修正テープか、修正テープと、これは前もご紹介したお気に入りのペン、ジェットストリーム、セリアかな、100均でゲットした付箋、この色の配色が可愛いなと思って、あと返しも一応入れています。日本から持ってきた文房具はこれだけかもしれないですね。あと文房具というか書くもの、あとはこれですね。これはもうずっと使っているスタイルフィットのジェットストリームたちをカスタマイズした透明の3色ペンです。これはもうこれでここにサニー手帳に入れて、これがあればもうどこにでも行けるっていう感じで、たまにこれをこう持っていく、カフェとか図書館行くときは持っていくっていう感じです。最後がもうこれもベストバイでご紹介したので、しかも動画にも頻繁に登場しているのですが、こちらのナルゲンボトルです。これはナルゲンボトルの500ミリ、ナルゲンボトルの500ミリのボトルになります。私は日本にいた時も大きい1リットルバージョンをずっと使っていたんですけど、本当に頑丈で、なんか以前自衛隊の方とお仕事で一緒になることがあって、でその方が私のナルゲンボトル使ってるのを見て、あ、ナルゲンボトルだっておっしゃって、僕らもそれ使ってるんですよって。山とか行く時に結構岩とかにガンガンぶつけても全然壊れないから、しかも軽いし重宝してていいですよねって言われて、そうなんだっていう、なんか正直軽さと見た目で選んでたんですけど、本当に丈夫みたいで、そしてメモリがついているので1日どれぐらい飲まなきゃっていう時に水分量を視覚的に見れるのもいいなと思うし、何よりいろんな配色のデザインがあって、その配色も可愛くて、水を入れるとこんな感じでクリアな感じなのも気に入っているポイントです。以上が私が普段持ち歩いているトートバッグの中身たちでした。どれもこれも自分の見ていて気分が気持ちが上がる大切なものたちなので、ご紹介していてとっても楽しかったです。今日はこれから図書館かカフェに行って、今何時だまだ3時。嬉しい。今日は実は朝サウナに誘っていただいて、朝の8時半からサウナに入って冷たい海にドボンして外気浴してっていう整ってきたので、すごく一日が長く感じる。これから図書館かカフェかに行って、ちょっと自分の好きなこと、本を読んだり編み物したりノートを書いたりする時間にしようかなと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらコメントだったり高評価、チャンネル登録もしていただけると動画制作の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは行ってきます。よし。